辺が気になりますか？特にこの肩の張り出しが、こんな感じでした。ダウンタイム1ヶ月ぐらいは腕が上がりづらい感じで、今回二の腕の前週と二の腕のデリフトね行っていく方なんですけど、でも結構そうですよね。特にどこら辺が気になりますか？特にこの肩の張り出しが、ここですよね。気になるということで、相談に来てくれる方で一番多いのがやっぱりグッてやるとこの盛り上がりですね。やっぱり女性の方がどうしても細身の方でもここホルモン的につきやすいのと、横向いた時のここ肩の張り出しとここがやっぱり一番気になるところと、あとやっぱ痩せても一番細りにくいのがここなので、結構細身の方なんで、これぐらい細身の方で、脂肪量もこれぐらいだったらかなり綺麗なラインが作れるんで、ぜひちょっと一回ダイエットを自分で頑張ってみて、それで痩せた状態で脂肪筋に来てもらえるとかなり綺麗なラインが作れると思うので、今日はそれでやっていきます。で、一応もう細くてたるみとか皮膚のたるみとかないんで、普通に脂肪吸引やってもかなり細く形きれいに作れるんですけど、一応脂肪吸引した後のデメリットというかちょっと気になるところとして、ここをペラペラにすると結構伸びた感じが出るんですよね。そこに対してちょっと糸リフトをクッと入れてあげると、糸リフトって普通顔とかも戻るからメンテナンスでやること多いと思うんですけど、ボディはちょっと脂肪吸引やった後のダウンタイムで拘縮っていうのがかなり強く出るので、その時に糸リフトをクイッと入れていってあげると結構癒着してくれて、溶けた後もその皮膚の伸び感がないように固定してくれるので、それを目的で今回やっていきますね。入れなくても全然すぐになると思うんですけどね。一応しっかりとるとここはね、やっぱちょっと伸びた感じが気になるって言って、ダウンタイムが3ヶ月後とか半年後に言われることがあるので、そこがないように今回はやっていこうかなと思いますね。あとあれですよね、バランスみたいなんで、こっちよりは細くならないようにっていうところですよね。あくまで面を張り出しとっていうところと、ライン整える感じ。で大丈夫ですか？はい。じゃあそれでしていきますね。今回年中なので、全体的に取ったら大丈夫なんですけど、ちょっと右を打っててください。こうした時に、若干ここに三角筋と三頭筋の筋のラインですね。こことこの2箇所がやっぱり脂肪筋にすると盛り上がってくるとなって確認してください。やっぱりちょっと今でも出てるんで、やっぱ脂肪を取るとより目立ちはしますけど、なるべくナチュラルな感じできれいに取れるようにしていきます。ここはやっぱダウンタイムの時こう線が入ったりするんですけど、これは結構治るので、あんまり気にしなくていいと思うんですけどね。この筋肉のラインだけはどうしてもちょっと目立つ時があるので、そこはちょっとしてみようかなと思います。ちょっと多少目立ちますけどね。本当ですね。今回はですね、前回二の腕脂肪筋をですね、7ヶ月前ぐらいですかね、受けていただいた方の、あと糸リフトですね、やっていただいた方の三角筋のボトックスをやっていこうと思うんですけど、ダウンタイムなんか聞いてもいいですか？ざっくりと。はい。こんな感じでした。ダウンタイム1ヶ月ぐらいは腕が上がりづらい感じで、過ぎた頃からは全然旅行とか運動も行きました。本当ですか？はい。そうです。7ヶ月経ってみて。見た目がすごい満足して。本当ですか？言わせて感じでね、今回三角筋ボトックスって言って、ちょっとね、見ていただければわかるんですけど、これちょっとね、三角筋、ちょっとグーッとやってみてください。ごめんなさい、やりづらいね。ここに三角筋って言ってね、この筋肉があるんですけど、これがちょっとね、やっぱりしっかりペラペラにすると目立つので、今回ここの筋肉を減らしていく感じで、ボトックス打ってランドしてみてください。ここの盛り上がりを解消していくっていう感じですね。で、やっていきますね。結構運動されてるんですよね。はい。で、腕のね、運動されてると、やっぱりどうしてもペラペラにすると筋肉のラインが出てくるので、そこをしっかりと取る感じで、ボトックスやっていきますね。ちょっとね、効かせるために何回か打った方がよくて、ちょっと痛いですけどね。大丈夫そうですか？はい。ここ硬いな。もともとなんかやろうと思ったきっかけは何だったんですか、今まで。このダイエットとかしても、なかなか外側の盛り上がりが気になって、それでお願いします。なるほど。結構ね、細身の方なんですけどね、で運動もされてて、かなりボディライン整っている方で、そういう人にやってあげるとね、しっかり細くはできるので、あとね、やっぱりしっかり取った時のね、リスクというか、デメリットの一つがね、やっぱ筋肉の筋がね、その脂肪がクッションになって隠れてたところが出てくるっていうのがあるので、そこはちょっとね、あれですけど、でも韓国アイドルのね、細い人とかも結構出てるので、いいですか？痛いですね。ここはなんか好みもありますけどね。スパリ感とかどうでした？リドリフトとか。スパリ感？そんななかったですか？はい、そんななかったです。本当ですか？結構綺麗な色で。このタイミングでボトックスやろうと思った時はなんかあるんですか？ちょうどダウンタイム半年は様子見そういうことか。しようと思って。いいですね。やっていただいて、来ていただくという
ことで。三角筋のボトックスね、結構いいとは思うんですけど、ちょっとボトックスね、1回で効く人とそうじゃない人もいるので、もし、あれだったらもう1、2回打ってもいいかなと思うので、じゃあでも効くはずですけどね。で、僧帽筋打たれたんですよね。で、だからちょっとね、僧帽筋のこの骨の感じがあるので、ちょっと肩の方がむしろ効きづらいかなとは思いますけど、そこもちょっと様子見ていただいて。こういう風にね、何か所か打つの結構痛いですよね。滑ると。耐えれそうですか？大丈夫です。なんとか。ここですね。ここの三角筋のね、筋肉の盛り上がりがね、あるので、そこをしっかりとね、取ってあげて、シュッとなるように、なるべくなだらかな感じでね、やっていくのが腕ボトックス。またやっていきますね。どれぐらいジムに行かれてるんですか？ジムとか運動は、ピラティスとか。ジムは週1で、ピラティスは週2、3ぐらい。週2、3ぐらい。じゃあ、週3、4ぐらいは運動されてるということで。はい。で、脂肪筋やってるんで、多少ね、その脂肪層のところが硬いんで、注射もしづらいですけど。でもね、やっぱりね、脂肪筋ダウンタイム終わってから気になるところやってあげる方がね、より効くとは思うので、半年待ってやるのいいと思いますけどね。一緒にやってもいいですし、3ヶ月後とかでもいいですけど、それはもう本当に好みのタイミングで来ていただければと思いますね。じゃあこんな感じでやっていくんですけど、最後にこれから脂肪筋を受けようと思う人にアドバイスあります。ね。例えばダウンタイム気をつけた方が、ある程度痩せた方がいいとか。細かったですもんね、でも元から。だからすごい変化っていうよりはライン整える感じの脂肪筋になったと思うんですけど、僕的にこれぐらい痩せていただいてから受けてくれると、リスクとかも少なく結構綺麗にできると思うので、そこはありかなと思いますけどね。っていうところですよね、きっとね。はい。こんな感じで今日はね、脂肪筋7ヶ月後かな、になるんですけど、その方の腕のボトックスね、やっていきますよね。なんでもし脂肪筋でね、やった後に、どうしてもこの三角筋、特にここですね、ここの盛り上がりが気になるって方はね、ボトックス打ってあげると非常にいいかなと思うんで、ぜひ気になる方はやっていただければと思います。